今回の動画見どころ満載です。実家のゴミを車に乗せるシーンでは、臨場感あふれる2カメ体制でお届け。さらに普段は見られないゴミ焼却場の内部をこっそり撮影。そして気になるゴミ捨て代金は、本当にびっくりしますから最後までぜひ見てください。バーケンです。あれは2025年の2月、記録的な大雪の日でした。実は石川県の自宅から 300km 離れた新潟の実家まで行き、ゴミをクリーンセンターに運びに行ったんです。もちろんそのためだけに往復2万円以上の交通費をかけて簡単に休めない仕事を休んだわけではありません。ちょうど子供の大学受験で新潟へ送迎する用事があったので、それに便乗した形です。一番の目的は子供のサポートでしたが、気になっていた実家のゴミも片付けられ、結果オーライ良い一日となりました。さて残念なお知らせ。メインカメラで撮影したメモリーカードをなくしてしまいました。仕方がないので予備の映像で何とかします。その予備カメラですが、以前 Amazon で3000円ほどで買った小さいカメラです。手ブレ補修付きのはずが全然ダメで、その旨を伝えたら全額返金。でも商品はそのまま使わせてもらっています。ひどい性能ではありますが、ないよりマシということでご容赦ください。ここからしばらくは家の中からの様子を1分ほど高速再生でお届けします。私は車に積み込む係、妻は玄関までゴミを運ぶサポート役です。私がいいとこ取りの仕事ばかりやって、妻がしっかり下支えしてくれてる感じです。それでも目の前からどんどんゴミが減っていくのは本当に爽快です。さて次はミニカメラでの映像です。まずは捨てやすい衣類品から車にどんどん押し込んでいきます。ちなみに今回荷物を運んでくれるこの車ですが、これまで大活躍してくれた愛車のセレナが、なんと30万キロ走行の末、年末についにご臨終となってしまったんです。年末の忙しい時期で選んでいる時間がなかったので、車屋さんに無理を言って普段台車として使っていたという15万キロ走行済みのホンダフリードを格安でゲットしました。その価格初費用込みで40万円。かなりお買い得ですが、もうすでに15万キロ走っているボロ車です。これからは修理しながら大事に乗っていくつもりです。30万キロで廃車になるまで乗っていたという話をすると、大抵皆さんドン引きします。それ以上何も言えなくなる瞬間です。私たち夫婦は見た目も中身もちょっとボロボロな感じで、でもなんとか楽しく生きています。今車に積んでいるのは主に衣類品ですが、これなら特に何も言われずにそのまま捨てられることは前回の経験で学びました。今日の1回目なのでクリーンセンターの方にマークされないように、まずは綺麗なゴミから持ち込んでいます。本当は軽トラックを借りてくるはずだったんですが、途中でスタックして出せなくなってしまって、仕方なく買ったばかりのこの15万キロの愛車にゴミを積むしかありませんでした。ちなみにこの軽トラックちょっと訳ありです。父から相続したんですけど、住民票がない新潟では私の名義にできなかったんです。だから父がお世話になっていた車屋さんの名義で新潟に置かせてもらっています。でもただ置きっぱなしにしておくとエンジンがダメになっちゃうという理由で車屋さんが普段使ってくれてるんです。でも税金とか車検代は私の負担です。多くても年に15日くらいしか使わないんです。私はもしかして騙されてますか？映像は手ぶれでお見苦しいですが、その分必死にゴミを詰めてる臨場感は伝わるはずです。ご近所さんからゴミをどこに持っていくのか聞かれていますが、私の反応が冷たく反省です。あそこのクリーンセンターですよ、近くの。時間がなくて焦ってるんです。
不器用だけど一生懸命だねって言われますが、それが一番の褒め言葉です。キラキラした相続話ばかりじゃありません。やるしかありません。この車に必死に押し込む状態ですが、相続してから何度も経験してきました。ガンガン押しましょう。扉が無事に閉まりました。これは過去のイメージ画像です。相続したての頃、父のコンテナに隠してあったビニールハウスの袋をセレナにいっぱい敷き詰めて何往復もしました。捨てるのにお金がかかるので父はゴミをコンテナに隠していたのです。反対側も押しましょう。このぬいぐるみは以前の動画で出ていたぬいぐるみです。それでは1回目のゴミ捨てに行ってきます。一体何キロあっていくらかかるんでしょうか。グリーンセンターに到着しました。ほとんど映像は撮れていませんが、こっそり資料映像としてお届けしています。実際にゴミを持ち込むとこんな感じです。ゴミは自分でせっせと下ろします。そしてここからが正念場。係の方のなかなか厳しいチェックが待っています。もう何か言われたらどうしようとビクビクしながら、係の人とは一切目を合わせません。奥見える？まるでご近所さんに絶対挨拶しない超人付き合いの悪い人みたいな感じです。ほんと心臓バクバクです。はい、あと2、3回来れたらと思ってます。画面奥の赤丸の部分です。すごいゴミの量です。そして匂いもちょっとすごいです。毎日ここで働いてくださる方には感謝しかありません。全部かな。はい、ありがとうございます。よいしょ。ちなみにここのゴミの料金は重さで決まるんです。まず入場するときに車ごと大きな測りに乗って重さを測って、帰るときにもう一回測るんです。その差が今回捨てたゴミの重さってわけです。営業が完了しました。料金は480円。はい。出口で毎回料金を払います。今回は480円でした。重さは 160kg です。実は軽トラックでも200キロくらいしか積めないので、このホンダフリードなかなか優秀なんです。意外とたくさん積めて、草刈り機だって実は積めます。さて2回目の積み込みですが、また次回に続きます。砂山のボーナス映像です。1回目のゴミ捨ての帰りに撮影しました。ご視聴ありがとうございました。